今回は、花鳥風月、と題して、バッグチャームを作る動画やで。ちなみに、花鳥風月とは、自然の美しい景色、という意味らしい。さあ作業開始。まずは丸カンを、ペンチで挟み込んで。丸カンの隙間を埋めたら、レジン液を準備。使うレジン液は、人魚の涙シリーズの、クレア。ちなみに人魚の涙、クレアは、中粘土のレジン液。さて、今やっている作業を、小窓で説明しようと思う。こんな感じで、丸カンを重ねては、硬化を繰り返す作戦なんよ。ちなみにこの手法は、魔法陣ピアスの時にも、使ったことあるよ。ちょうど良い大きさの、円柱状の空枠がない時は、こういう風に作る方法も、あるっていうことを覚えておこう。さて、加工した円柱を、モールドに配置したら、レジン液を流し込む。注ぐレジン液は、低粘土のアクア、を選択。ちなみに注いだ量は多分、このぐらいかな。まあ適量で OK。さて、ここで少し、装飾アイテムの紹介をしておこう。光る金箔。鮮やかな美獣。そして、フレークシール。これらの装飾品もモールドも、100均巡りでゲットできるで。いや、間違えた。美獣だけは、100均では買えないかも。でもまあ似たような、使えそうなものは、買えると思う。そういえばこのモールド、アジサイシェイカーの時も使ったのよね。それにしても、シェイカーモールドを使って、シェイカーを作らないとは。まあ、固定観念にとらわれずに、作品を作るのはいいことだ。多分。ご主人も、おおよそレジン動画らしからぬ、編集を多用してるし。要するに、何事も楽しんでやってみることが、大事ってことよね。さて、メインの鳥を配置中。これ、なんていう鳥なのかな？誰か知ってたら、コメントで教えてね。ちなみにご主人は、オウムだろ。って言ってたけど、絶対違う。くちばしがめっちゃ長い指導見ても、オウム、には見えないっす。残念ながらご主人は、相当ハイレベルな天然さんのようです。おっと、解説を忘れるところだった。今使ってるのは、ジェルネイル。これは100均では買えない。とりあえず今は、裏面を着色中。そしてここからは、着色して硬化、を繰り返す工程なので、編集でカットするのも考えたけど、この時間を利用して、いつものように、次回作品予告をしておこう。次回作品は、みんな大好きかどうかわからないけど、ハロウィンをテーマにした、可愛いバッグチャームで、中身が動く、シェイカー仕様となっております。ちなみに、使用したレジン液はパジコさんの、星の雫。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。さて、裏面の着色が終わったら、続けて裏面の装飾を行う。高粘土の、マリーン、を塗り塗りしたら、なんと、切手のようなものを貼り付ける。なんとも不思議な作品だ。どうせなら、
僕の画像を貼り付けてくれたらよかったのに。写真だと、さすがに変か。僕の似顔絵とかあるといいな。その方が、可愛い感じの作品になると思うんよね。誰か似顔絵、描いてくれないかな。夢は広がるばかりだ。あらまあ。僕が妄想している間に、もうほぼ完成してるやん。あとは美獣を配置して、アクセサリーパーツを連結して完成。そういえば、話すの忘れてた。今回の作品の、題名に関するお話。花、鳥、風、月、について少し補足。そうなんです。すべての単語の要素が入った作品だったのです。風は、もともと見えないからともかく、月はと思ったあなた。そうです。つまり月は、ぽっかりと空洞が空いた、満月ってことでした。ちょっとこじつけ感ある？いやいやそんなことないっすよ。というわけで今回は、超、風、月、でした。それではこの後の、作品完成画像は、もちろんのこと。僕の可愛い姿が見られる、エンディングもお見逃しなく。ではまた、次回の作品で会いましょう。